今日は2025年上半期に読んでよかった本を紹介します。これが上半期に読んだ本全部になるんですけど、上半期といっても1月から7月末までの7ヶ月間になってます。読んだ本は全部で22冊で、私はエッセイが好きなのでエッセイが多いんですけど、こっちがエッセイで、ここが物語小説とかで、こっちの3冊は、エッセイと言ったらエッセイなのかもですけど、作品紹介書みたいな、本の中で違う作品をたくさん紹介している本みたいな感じで、ちょっとジャンルを分けてみました。今日はこの中から特に良かった8冊を紹介したいと思います。10冊にしちゃうと11冊12冊って紹介したいのいっぱい出てきちゃう感じだったので、紹介するのはこの8冊です。まず1冊目はこちら、ミッドナイトピッツァクラブです。これは私が上半期読んで一番おすすめの本で、多分これからもずっと好きな本というか大事にしたい本かなと思ってるんですけど、これは下北のヴィレッジヴァンガードの旅コーナーに置いてあった本で、私はこの俳優の中野大河さんが好きっていうのと、あと黄色の表紙に目がいって購入を決めたんですけど、文章を書かれているのはこの上出良平さんという元テレビ東京のプロデューサーさんで、ハイパーハードボイルドグルメリポートとかの番組を手掛けている方なんですけど、この本は文章の間に写真がたくさん入ってて、その写真を撮られているのがこの阿部祐介さんっていう方で、多分中野大河さんも写真撮ってるっぽかったので2人の写真が使われてるのかもしれないんですけど、この3人がネパールのランタン谷を旅するっていうその記録をまとめた本なんですけど、まず言いたいのは、こんな貴重な体験を残してくれてありがとうございますっていうことで、この本を読むとそのネパールの谷で暮らす人たちが何を大事にしてるのかとか、どんな時間を過ごして生きてきたのかとか、この3人の出会った人々との会話の中からそれをちょっと感じることができる本かなと思ってて、ちょっとおすすめすぎて何から話そうか難しいんですけど、シンプルにデザインが素敵。表紙の山吹色とその中面に登場する写真、カバーを外すと出てくるこのモノクロのヒマラヤの写真なのかな、少し光沢感があって、この山吹色とのコントラストも効いててすごい素敵だなって。でこの写真があることで3人の旅を一緒に体験しているような気分になれる。もう本当に写真全部素敵で、ゆっくりとこうページをめくりながら私は眺めてしまったんですけど、まさに3人の旅の追体験をさせてもらえるような本かなと思います。作中でこの本の方向性を3人で話し合ってるシーンがあって、3人なりの地球の歩き方を作ろうみたいな。でも上出さんが書いてるんですけど、全く本当そんな本ではなくて、いい意味で新しい旅本だなっていう、本当このメンズ3人がワイワイしてる感じが伝わってくるのがすごく良くて、3人のキャラがそれぞれあってグループでの旅行が楽しそうだなって思うし、山登りも危険なんだろうけどやってみたいな、トライしてみたいなって思うような感じで、途中から出てくるパサンっていう21歳の男の子がその偶然出会うんですけど、旅の案内役となってくれるんですね。でその子が不自由さはある国で、なぜそこで生活をしているのかっていう、なぜこの選択をしたのかっていう話も印象的でしたし、90歳のおじいさんとの出会いもあるんですけど、そこでの話もすごく感慨深くて、単純にトレッキングの経験も知識もない身からすると、3人の冒険が本当ヒヤヒヤするし、ヒリヒリして面白い。で本当に上出さんの文章が面白い。
っていう感じです。多分この上出さんはその人の持っている愛おしい部分を表現するのが上手だなと思って、だからここに出てくる3人のキャラクターが文章を読んだだけですごくよくわかるし、3人の旅なんですけど、この上出さんたちが積極的に現地の人と接しているから、そこで暮らしている人たちの価値観とかどういう生き方をしているのかっていうのが伝わってくる、実際で。多分これを読んだらアップルモモという食べ物を食べたくなります。これは読んだ人はすごく共感してくれるかなと思うんですけど、とにかくおすすめの一冊です。しかもこれ第2弾が出るみたいで、発売日はまだ決まってないっぽいんですけど、今年の末って言ってたかなに第2弾が出るみたいなので、もちろん買うつもりです。旅関連で続けていきます。割と最近読んだんですけど、古舘裕太郎さんのカトマンズに飛ばされて。この著者の古舘裕太郎さんはミュージシャンであり俳優さんなんですけど、サカナクションの山口さんに旅をしてこいと言われて、で2ヶ月間アジア10カ国を回ったその記録寄稿文なんですけど、こっちは旅慣れしてる人の旅行記っていう感じで、こっちは旅を全くしたことがない、旅が嫌いな人の旅の記録なんですよ。それがまた新鮮で、この帯にも旅は嫌いだって大きく書いてあるんですけど、著者は潔癖症なんですよ。でもアジアをいろいろ巡るので、汚い宿に泊まらなければいけなかったり、人がみちみちに寝てる寝台列車とかバスに乗ったりして旅をするんですよ。私も読んでると顔を歪めちゃうくらい過酷さが伝わってくる。だけど笑っちゃうんですね。なんかその時目に入ってきたものとか経験したこととか、その感想があまりにも素直すぎるというか、めっちゃ笑えない状況なんですけど、人間味あふれすぎて笑っちゃうっていう感じで、旅中に本人がスマホで撮影した自撮り写真もちょこちょこ入ってきてて、なんか正直文章だけ読んでたら、そんな状況ってあるのか、持ってるんじゃないかって思ってしまうような出来事も、その写真が本当にあって本当だったんだって知るような、そのぐらい過酷なエピソードもあって、なんか今度はどんなハプニングに巻き込まれていくんだろうっていう期待をしながら読んでしまう。しかも旅が進むにつれて、ご本人がその国に順応していくんですよ。なんかその様子にちょっと憧れも抱くし、かっこいいとも思うし、うまくいかない旅の方が面白いんじゃないかって思わせてくれる一冊だと思います。こちら工藤レインさんの湯気を食べるです。2024年に読んでよかった本でもお話ししてるんですけど、去年は工藤レインさんに一番ハマってほぼほぼ作品を集めたんですけど、なのでその後も新刊が出るたび買っていて、今年は工藤さんが出された本だとこの3冊かなを購入して、でこれはちょっとまだ読み途中なんですけど、おすすめしたいのはこちらです。これはこの帯に書いてあるんですけど、人生に余裕があるから自炊を楽しんでいるのではない、余裕がない人生の中で自分の人生に納得するためのその手段が自炊だったって書かれてて、雑誌のオレンジページの人気連載と川北新報での東北エッセイ連載に書き下ろした多数を加えた48編が入っている。もうほんとシンプルにすごく自炊がしたくなる本です。
料理って生きる喜びの一つなんだって思えるというか、一度の食事を大事にして食べようと思える。で決してそういうことを押し付ける文章が書かれているわけではなくて、自然とそう思える、食事っていいな、料理っていいなって自然と思えるようなお話が詰まっているエッセイだなと思います。もう私は工藤さんの文体っていうんですかのファンなので、とにかく工藤さんの文章は私にとってリズムが気持ちよくて、もうスラスラ読めちゃうし、なんだろうな、リラックス効果があるというか、ほっこりとは違うんですよね。好きだったエピソードは福岡のうどん、鍋つゆ、ポテトチップス、たらきく、卵丼、パン蒸し、ナッツと言いたかったっていうお話が好きでした。疲れてる人にちょうどいいかもしれない。食べ物つながりでおすすめしたいのがこちら、萌え柄さんのこの味もまたいつか恋しくなるです。萌え柄さんは今年初めて作品を読んだ作家さんなんですけど、もう一冊この「明けないで夜」っていうエッセイも読んだんですけど、どっちかおすすめするなら私はこっちでもこっちも良かったので、好みです。多分好みだと思います。このエッセイはこの帯に書いてあるんですけど、ある料理を口にするとどうしようもなく思い出してしまうあの日あの人を描くグルメじゃない僕にとって恋しくなる味のお話っていう風に書いてあるんですけど、これはだから自分の好きな飲食店を紹介するとかっていうエッセイではなくて、萌え柄さんがこれまでの人生の中で思い出に残っている味とそれにまつわるエピソードをまとめているエッセイなんですけど、ジャンル食エッセイなのかな、食エッセイなんですけど、食に関して説明的すぎず、重くなくて読みやすいんですよ。これはだから食エッセイとはまた違う感じだと思います。萌え柄さんってちょっと調べた情報、ウィキペディアに書いてあるのはテレビ美術制作会社で働いていた経験などがあるそうなんですけど、普通の人ではない経験値がある方っていう感じで、エピソードがなかなか強烈なんですよ。いろいろな人との関わりがあって、その作者ならではの経験が食事とともにうまくまとまっているっていう感じで、日常で出会ってきた人の愉快な部分を捉えて伝えるのがうまいって偉そうだけど、これはエピソードのタイトルとその下にどんな味、シーフードドリアとかピザトーストとか書いてあるんですけど、中でも記憶に残ってるのは風俗嬢のお弁当とチョコモナカジャンボの最後の3つはすごい泣きそうになりながら読んだんですけど、クスって笑えるものもあり、なんだそれみたいなパンチのあるものもあり、うわしんみりってなる、ちょっと泣きそうになるエピソードもあり、食事だけでいろんな感情になるエッセイだと思います。ちょっとうまく説明できたかな。5冊目が高橋久美子さんのいい音がする文章です。もうほんとこのタイトルに惹かれて、いい音がする文章って何って思って気になって購入したんですけど、いい音がするっていうことをテーマにとにかくいろんな作品を紹介してくださってる本で、これデザインもページごとに色が違ったり、書体フォントが違ったり、飽きずに読めるようなデザインの工夫とかもあるのかなと思ったりしてます。これはほんととにかく情報量が多くて、平安時代の話から夏目漱石とか太宰治とかの文豪の
作品も絡めて紹介していたり、いい音がする文章っていうテーマだけでここまで情報を盛り込めるのがすごいなっていう本です。七五調の由来とか昔から知ってる国語で出てきた物語の一節とか童謡とかかと思えば最近の J-POP も題材にしていて、とにかく幅広い作品からいい音ってなんだろうみたいなことが知れる本ですね。筆者の高橋久美子さんはチャットモンチーのドラマーとして活動されてた方で、作詞も担当されてたみたいなんですけど、作詞することと文章をこうやって書くっていうことの違いも語られていて、こう印象的だったのは「上を向いて歩こうはなぜ人の胸を打つのか」っていう坂本九さんの名曲を例に挙げながらお話しされてるところがあるんですけど、世に出した後はお好きにと思えるまでには私も時間がかかった。思いを入れて書いた歌詞であればあるほどに、本だとそういうことはまず起こらない。それが音という翼を持つ歌詞の良さと辛さであるっていう風に書かれてるんですけど、チャットモンチーのドラマーとして活動されて作詞もやってきて、でもう本も何冊も書かれてきた、どっちもやってきた高橋さんだからこそ、その言葉の力の違い、音楽と文学の言葉の力の違いを教えてくれるというか、いろんな曲を例に挙げて話してくれてるので、音楽好きの人はまたさらに楽しめる本かなと思います。国語で習った題材も出てくるので、懐かしさとそれがなぜ音読に適した作品だったのかっていうのが腑に落ちる説明をしてくれていて面白いです。なんか作詞についても分かりやすく解説しているパートがあって、チャットモンチーの曲とかもそうですけど、ここに出てくる曲、思わず聞き返したくなる曲がたくさんあって、歌詞は音と言葉の両方でできているんだなっていうこともなんか理解できたというか、いろんな角度からいい音がする文章っていうのを教えてくれてる一冊だと思います。これは物語です。有名な物語だと思うんですけど、ミハエル・エンデ作、大島かおり役モモ。これも下北のビデ版で購入したんですけど、全然この物語を私は知らなくて、で最近になってすごい本屋さんで見かけるようになって、で気になって購入したんですけど、あらすじを読むと、町外れの円形劇場跡に迷い込んだ不思議な少女モモ。町の人たちはモモに話を聞いてもらうと幸福な気持ちになるのでした。そこへ時間泥棒の男たちの魔の手が忍び寄ります。時間とは何かを問うエンデの名作っていうことなんですけど、これは大人になってから気づく時間の捉え方で、その価値観の違いについて小学生ぐらいの年代の子に噛み砕いて説明するっていう相当すごいことをしている気がする本です。なんか大人が読んでじわじわ噛みしめてしまう表現が多くて、読んでほしいんですけど、第4章の無口なおじいさんとおしゃべりな若者っていうこのパートの道路掃除婦のベッポっていう気の優しいおじさんかなが出てくるんですけど、その人物の言葉が結構ぐさぐさ刺さりました。刊行されたのが1973年で、今からもう50年以上も前であることが本当信じられないくらい風化してない作品だと思いました。この頃からみんななんかせかせかと働いてたのかなみたいな情報がもう溢れて流れてっていう、もうそういう時代だったのかなって思うぐらい、ある意味風刺が効いてるようなところが表現が多くて、筆者はこの
ミヒャエル・エンデさんはドイツのミュンヘンで育った作家さんだそうで、国も時代も違うのにここまで自分が共感できてしまうっていうことが本当に驚いたし、自分と世界の誰かが感じている時間への感覚っていうのはそう違わないのかなって思わせてくれるような作品で、翻訳をされた大島香織さんが後書き書かれてるんですけど、人々は時間を奪われることによって本当の意味での生きることを奪われ、心の中は貧しくなり荒廃してゆきます。筆者も記しているように、この物語は過去のものではなくこれからのことなのかもしれませんというふうに書かれていて、なんかちょっとゾワゾワってする感じなんですけど、今読んでもぐさぐさくるっていうことはこの先ずっとそういう感じになるのかな。なんかとにかくこの時間の捉え方っていうのを、見直さなきゃというか、なんか思い当たる節があって、あ、そうですよねってなる、気をつけますってなるというか、そういう物語です。でしょうか。残り2冊なんですけど、これはもしこれ自費出版なのかな、商業出版はされてない2冊かもしれません。中間由佳さんのドロップポロポロは去年この好きよトウモロコシっていうエッセイを読んですごく良かったので、この自費出版で出された新作を購入したんですけど、これもすごく良くておすすめです。多分年齢も近いのかな、全く同じエピソードじゃないけど私にもそういう子供時代あったとか似たような経験あるなみたいな懐かしみと心が温まるエピソードが本当に多くて、好きなエピソードはあの朝とベーコンハンバーグっていうお話とチロリン村なんですけど、あの朝とベーコンハンバーグっていうエピソードは結婚前に自分で自分を癒していた時の思いが綴られていて、私の一人暮らしとは自分との濃密な二人暮らしだったのだなということを自分と相談して納得して決めたという言葉とか本当共感しかなかった。チロリン村っていうお話は筆者の中前さんとその中前さんのお母様の姉、つまりおばさん、中前さんのことを子供の頃からよく可愛がってくれていたおばちゃんとのエピソードが書かれてるんですけど、自分のおばとの思い出と重なるというか、おばの人柄と重なる温かい気持ちになって、なんかね、中前さんのお話は本当温かいものが多くて泣いてしまいますね。この本はもっと広まることを願っておすすめしたいと思います。最後こちら新村大樹さんの失われた実家を求めて、これは私が大好きな渋谷の本屋さん SPBS で購入した本なんですけど、明るい話ではなくて、この筆者の方は「はじめに」って書いてある部分を読むと、もう10年以上親とまともに話していない、そう気づいたのは最近のことだった、物心つく頃には私の両親は不仲で2人が仲良く話している姿は記憶に残っていない。この本はまともに話せなかった両親にインタビューすることを通じて、私の実家とは何だったのかを問い直そうとする一つの試みであるっていう風に書かれてるんですけど、ほんとこれすごくて、妹、父、母にそれぞれインタビューしていて、それがこういう感じで会話形式というか会話の記録を載せてるんですけど、仲良くないみたいなんですね、今も両親と。で妹とは普通に接してるっぽいんですけど、なんかこれ、そもそもインタビュー形式で3人に話を聞いてそれを本にできるっていうことがそもそもすごいなって思うんですけど、なぜ家族が仲が悪くなったのかっていうことをそれぞれに
そのあの頃の家族についてこうインタビューしてるんですけど、同じ出来事のはずなのに視点が変わるだけでこんなにも違うのかっていう、なんかすごくそれがリアルで、文章からだとそのご両親、父と母は淡々と答えているような感じがするんですけど、特に父親の考えは筆者がここに書いてある意見と考えが違いすぎて、なんか話さないと難しいことってたくさんあるんだなっていう学びになる本でした。なんだろうな、この試みをしたことの素晴らしさと、なんかドキュメンタリーな一冊だなっていう、新しい読書体験をさせてもらえたっていう部分でおすすめしたい本です。去年は1年を通して確か22、3冊を読んだんですけど、今年は上半期だけで22冊読めたので、自分的には好調なスタートを切っているのかなと思います。2025年の後半もいろいろ本を読んでいきたいと思います。